はい。こんにちは。柴崎です。お元気ですか？柴崎も元気にやってます。今日はね、今までね、柴崎、300本以上のね、もう動画を作って、この YouTube にアップしてきてるんですけども、その中でね、一番人気の木の描き方。これね、再生回数が500万回以上ね、なってるんですね。その大人気の原因ね、きっと皆さん、木を描きたいんだろうなって、改めて思ってるんですけども、でもどうだろう。あのビデオを見て、実際に試してみて、うまくできた人もいるし、意外と難しいなと思ってる人もいるかと思うんですね。そこで柴崎は、それだけ人気のあるね、木の描き方ですから、あれをね、もう少しわかりやすく分析して、あなたがね、なるほど、こうやることがね、ポイントだったのか、というふうに理解ができて、少しでも、あのビデオをね、のようにね、描けるようになってほしいと思いまして、今日から何回かに分けて、あの木の描き方の秘密はこうなってますっていうことをやってみたいと思います。ね、この木ですよ。覚えてますよね。はい。なかなか見えると正直チャッチャッチャってこう書いてるように見えるでしょうけども、やっぱりやってみるとね、難しいですもんね。柴崎あそこで、こうね、こんな風に立体に見るんですよっていう、そこをお話してるんですね。当然それはもうとっても大切なことなんですよ。でも、その立体っていうことが分かった。しかし、では、じゃあ、あのビデオのように書けるかっていうと、なかなか難しい。あなたはどうでした？やってみて。ね、難しいことあると思うんですね。そこで、先ほども言ったように、今日はそれを分析して、こういうところがポイントタイプでやります。今日はその第1回目でしたね。あの木はね、実はドライブラシっていうテクニックを十二分に使ってるんだっていうことなんですね。はい。ドライブラシのやり方って、別のね、僕の、既存のテクニック編のところでね、やっていますけども、改めてここでドライブラシの説明をしながら、その、ね、あの木、この木、どこに、どんな風にドライブラシ使ってるか。あるいは、このドライブラシで、今日はドライブラシだけでね、じゃあ木を描くのはどうするかっていうのもやってみたいと思います。ね。その方が分かりやすいでしょう。そこでですね。木を描くんですので、ね、グリーンを解きましょうね。グリーン。ちょっと色が分かりやすいように、2番あたりはっきりこう解こうかな。絵の具はいつも濃いめにたっぷりでしたね。はい。そしてドライブラシ、筆にたっぷり絵の具をつけてきたら、筆のこの角度を倒すんでしたよね。こうやって。ね。普段はこうやって物を描くんですけど、これをこう倒して、筆のここの金具の近くで筆圧を軽くして描くんですよね。だからこうなってたものをこうして、こういう感じ。ね。筆こんなに倒れてますもんね。もうほとんど画面ともう平行っていうか、だから筆が水平になるくらいですよね。で、こうやる。これがドライブラシなんですね。ということを基礎のテクニック編で僕話してあります。い
一般的にって言うけど、他の画家の方はね、結構たっぷり絵の具をつけてきて、ここで絵の具を捨ててから、こうやってね、ここで、こうやりましょう。もっと捨ててこうやりましょうってのが多いんですよ。でもそれで絵の具すぐなくなっちゃうしね。そうじゃないよって柴崎は言ってます。筆の角度。角度って言ってましたよね。筆をこう立てるんではなくて、と水平にして、筆が紙と平行になるからにして、ここの金具の近くで筆圧を軽くしてこう書くわけです。これ。それで、ね、樹木の描き方の時は、これで、こんな風にやって描いてるんですよね。こうやって。このテクニックをね、あそこに十分使ってあるわけです。で、これを、水平っぽくやるだけじゃなくて、上の方にこうやってみたり、こっちの下の方にやってみたり、こっちの下の方にこう向けてみたり、こういうね、ドライブラシでもこう方向を変えて描いてるんですよ。これがコツです。これが木をね、まず上手に描くコツなんですよね。はい。で、ね、分かったでしょ？分かったでしょってこれやってみなきゃダメなんだよ、絶対にね。やってみて、なるほどなってね、実感が出ることは大切です。はい。そして、じゃあ、このドライブラシだけでね、今日ちょっと木を描いてみせます。はい。ドライブラシだけでも、ちゃんと木になるんだから。ね。だって、これほら、これがもう葉っぱなんだもの。どうしようかな。いいか、グリーンの木でいいね。ここに描くね。だから、こうやって、ドライブラシ。何の木を描くかによりますけどね。今日は何でもいいよね。こうやってほら、上の方に向けたり、横の方に向けたり、下の方に向けたりですね。こういう具合です。こうやって。ほらもう木っぽく見えるでしょ？なんか。こう。もうドライブラシね、本当に使ってみてくださいね。それでね、こんなとこほら白く残ってるでしょ？でもこれでいいんですね。これがキラキラ光を受けて輝いた葉っぱになってるかもわかんないんですよ。ね。こう、上の方に向けたり、左右に向けたり、横に向けたり。こうやってドライブラシやります。じゃあ今日単純に書くからね。ここに日陰をじゃあつけましょう。日陰だから暗くて冷たい色。ビリーちゃんとプルシャンブルーで暗くて冷たい緑を濃いめに溶いて。本当はね、これドライブラシ次、またドライブラシ重ねるから、ここで一回乾かした方がいいんですよね。こうやって。一回乾かした方がいいんですよ。はい。それで、また、筆にたっぷりつけてきたら、筆をこう、もう筆を水平にですよ、紙と水平にして、ここにドライブラシを重ねるわけです。で、この時に、どっちから光が来てるか考えてね。じゃあ今日はこっちからしましょうか。そしたらこっちが日陰ですよね。でも一番暗いのは木の底です。ここが大事なんだからね。じゃあこっち側、ほら、こうやってまた時々重ねましょう。ね。こうやって重ねる。もう、こんなことで木の葉っぱがね、ちゃんと立体になってくるんですから。ドライブラシですよ。このとこも少しくらいこう日陰しますか？こう。ほら。そして、木の下の方だけを少し余計暗くしてあげます。どう？結構簡単に木がほら、かけてきたでしょ？もう今たった2回しか書いてないんだから、これ。こう。ね。それで、ここに、何でもいいんだ。アンバーかなんかでもいい。どんな枝でも、木によって枝の具合違うからね。じゃあ今日は、ここなんかここな、こうやって、もう、その木によって違うんだもん、全然ね。枝ぶりってね。
だから、なんとも言えないんですけど、またこのね、枝の話なんかまた、いつかちゃんとしたい感じもしますね、柴崎としては。まあ今日いいよね。わかりやすく。ちょっとこんなことで。ほら。めちゃくちゃに簡単でしょ？うん。だから、ね、この、ね、ちょっと書いてみたらみたいだったなって思う木も、まず一つはドライブラシの効果で書いてるんですよ。ね。で、だから、今やってみたでしょ？ドライブラシをまず、ちゃんと書けるでしょ？そしてこのドライブラシだけで一回木を書いてみよう。ね。うん。これがコツです。はい。木ってのは、ね、もう前言ったけど、もうソフトでちょんね、点描で書く人いるんですけど、ナンセンスだよ、そんなことね。うん。まあ、点描やってもいいよ。やってもいい。うん。そんな人のね、他の画家の方が書いてるのをナンセンスさんって言ったら申し訳ない。そんなこと言って怒られちゃう。だからもちろん点描でもいいんですよね。点描でやっていいけども、それはちょっとここに一枚一枚の葉っぱを少し説明したいなっていうね。ここではどうしても一枚一枚の葉っぱが、やっぱり存在としてこう必要なんだというところですね。例えばこんなところですよ。こんなところ。ほら、こうするだけで、どうもっと立体っぽく見える？例えばこんなところです。でもこれ全体を点描で描いたって、印象がとはいや違うわけですからね。うん。ですので、ドライブラシでやってみてくださいね。そしたら、この絵が、まず一歩近づけます。はい。じゃあ今回は、このね、500万回大人気の、皆さんのおかげで大人気のこの木の、ね、これがあなたのものになる。そのための第一歩として、今日分析して、まずドライブラシでやってありますよ。練習しましょう。そしてドライブラシだけで書いてみましょう。という、僕の、なんていうかな、提案というか、まあお話でしたよ。はい。ね。今日もね、長く見てくれてありがとうございました。この木がね、上手に描けるまで、もうちょっと分析して、何回かお話します。今日はその第1回目です。はい。またお会いしましょうね。はい。それではまた。どうしたらいいか、何が難しいか、そこに解決策がどこにあるか、柴崎の生徒さんにこれをやらせると、結構できないんですよ。ここまで来てから上から下へと、こうやってしまうんですね。あなたはどうでしょう？いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いいたします。